こんばんは、ももです。今日は日曜日です。朝から雨が降っていました。カーテンを開けると空はグレーでした。梅雨の季節が来ました。窓に雨粒がついていました。外はしっとりとしていました。まずコーヒーを入れました。いつもよりゆっくり丁寧に入れました。コーヒーの香りが部屋に広がりました。いい匂いです。ソファーに座って窓の外を見ました。雨が静かに降っています。こういう朝は時間がゆっくり流れる気がします。日曜日なのに少し残念な気持ちになりました。でも雨の日も嫌いではありません。家の中でゆっくり過ごせるからです。朝ごはんはトーストにしました。バターをたっぷり塗りました。少し焦げるぐらいが好きです。トーストを食べながらスマートフォンを見ました。天気を確認しました。今日は一日中雨だそうです。夕方から少し強くなるかもしれないと書いてありました。それなら早めに出かけようと思いました。午前中、近くのカフェへ行くことにしました。雨の日に好きなカフェへ行くのが私の小さな楽しみです。傘を持って家を出ました。外の空気は少し湿っていましたが、それほど寒くはありませんでした。6月の雨は暖かいです。歩きながら道の脇にアジサイを見つけました。青と紫のアジサイが雨の中で咲いていました。とても綺麗でした。アジサイは雨の日に一番似合う花だと思います。少し立ち止まって写真を撮りました。スマートフォンで撮ったのですが、上手に撮れました。後で見返すと、少し絵のような写真になっていました。カフェに着くと、店内は静かでした。お客さんは数人しかいませんでした。雨の日は空いていることが多いです。窓際の席に座りました。窓の外には雨が降っています。外を見ながら飲むコーヒーは格別です。ラテを注文しました。コーヒーが来るまでカバンから本を出しました。少し前に買った小説です。ずっと積読していたのですが、今日こそ読もうと思いました。最初のページを開きました。文章がきれいですぐに引き込まれました。気がつくと1時間くらい読んでいました。コーヒーをゆっくり飲みながら本の世界に入りました。久しぶりにこんなに集中して本を読みました。こういう時間が好きです。外では雨がずっと降っています。でも
カフェの中は暖かくて静かです。雨の音とコーヒーの香りと本、最高の組み合わせだと思いました。途中でケーキも注文しました。いちごのショートケーキです。少し贅沢な気分になりました。ケーキを食べながら本を読んで、また外を見て、そんな時間を過ごしました。カフェに2時間くらいいたと思います。とても充実した時間でした。帰り道、また道沿いのアジサイを見ました。雨が少し強くなっていました。アジサイがますます綺麗に見えました。雨粒がついた花びらが光を受けて少し輝いていました。写真をもう一枚撮りました。今度はアップで撮りました。家に帰ってからその写真を眺めました。6月らしい写真が撮れて少し嬉しかったです。午後は家でゆっくりしました。読みかけの本を続けました。途中で眠くなって少しだけ昼寝もしました。雨の日の昼寝は最高です。目が覚めると外はまだ雨でした。時計を見ると午後3時でした。少しぼんやりしながら起き上がりました。麦茶を飲んで気持ちを整えました。冷たい麦茶がとても美味しかったです。夕飯は何にしようかと考えました。雨の日は温かいものが食べたくなります。鍋にしようかと思いましたが、一人鍋は準備が少し大変です。結局、インスタントのうどんを作りました。卵を入れて、ネギを切って乗せました。シンプルですが、とても美味しかったです。食べながら今日一日のことを思い返しました。特別なことは何もありませんでした。カフェへ行って本を読んで昼寝をしてうどんを食べた。それだけの一日です。でもとても満足しています。こういう何もしない日曜日が実は一番好きかもしれません。雨の日は外に出る気分になりにくいです。でもだからこそ家の中でゆっくりできます。普段はなかなかできない読書ができました。いつも仕事が終わると疲れていて本を読む気になれません。でも今日は2時間以上読みました。少し自分を褒めてあげたいくらいです。今日読み始めた小説はまだ半分ぐらいしか読んでいません。でも主人公のことが気になって続きが読みたくなっています。明日も少し読めるといいなと思います。今日のカフェでの時間を思い出しました。窓の外の雨、コーヒーの香り、静かな音楽、本当にいい時間でした。ああいう時間を作るのは
自分次第だと思います。休日の過ごし方は人それぞれです。私は本を読んでカフェでのんびりするのが好きです。それが自分のスタイルだと思っています。夜になってヨガをしました。雨の日はあまり体を動かさないので、体が少し硬く感じました。ゆっくり伸ばしました。10分くらいやりました。体を動かすと気持ちがすっきりします。深呼吸もしました。窓を少し開けると雨の匂いがしました。梅雨の季節はこの匂いが好きです。少し懐かしい匂いがします。子供の頃もこういう雨の日に家でのんびりしていたことを思い出しました。今も変わらないかもしれません。今日もいい一日でした。雨の日曜日、最初は少し残念だと思いましたが、結果的にとても充実した一日になりました。雨の日も悪くないと思いました。いや、雨の日だからこそ良かったのかもしれません。明日は月曜日です。また仕事が始まります。でも今日読んだ本の続きを読む楽しみがあります。小さな楽しみがあると月曜日も少し頑張れます。それではまた次の日記で会いましょう。おやすみなさい。